さて、ブロック式組み立てで独自の乗り物を自在に作れるテラテックシリーズにて、早期アクセス中の作品があるものの、さらに新作としてバンサバ系のデモ版を公開し、物議を呼んでいるとのことで、一体何が起きているのか、今回はテラテックレギオンの紹介を行います。こちら王道的なヴァンパイアサバイバーズ系にテラテックの仕組みを追加し、独自のゲームを作り上げる第一歩を踏み出した作品です。現状は技術デモ的な形で他とどう違うかを多少試せる程度です。それでもヒットの片鱗を見せ、Steam では好評の声が上がっています。バンサバ系は今や類似作が量産されており、遊ぶ側も目が肥えてる中、自分の車をブロック式組み立てで強化できる要素が新鮮だと映ったのでしょう。そしてまずそのテラテックとは何であるかですが、2018年にリリースされたオープンワールドサンドボックスのゲームです。プレイヤーはボクセル単位で好きなパーツを組み合わせ、独自の乗り物を作成し、広大な世界を旅したり、拠点構築を行います。他にはなかなかないゲーム性であり、世界的に人気が出て、Steam では 92% に非常に好評、19000件ほどとなっております。現在までも更新がたびたび行われ、DLC もたくさん登場しています。しかし2024年に早期アクセスが開始した次回作テラテックワールズが賛否両論1600件ほどでそこまで人気が出ていません。ジャンルはオープンワールドサバイバルゲームに変わり、とても面白い作品にもかかわらずです。一作目のファンには受け入れられず、対してサバイバル系ゲーム好きの人を取り込めていない状況です。内容は同じく主人公は乗り物で、ちんまりとしたタイヤ2つと採掘レーザーを持った状態で世界に投げ出され、そこらの資源集めから始まります。何よりも面白いのが敵も同じ乗り物という点です。乗り物がそこらに生息している姿は新鮮です。しかもその敵はランダムなレアリティ付きのパーツで構成され、プレイヤーと同じくそのパーツの性能の機動力や攻撃力でこちらを狙ってきます。そして倒すことでパーツを分取ることができ、自分の体にくっつけて強化できます。余った部品や素材は拠点に溜め込んでも良いでしょう。王道的な面白いサバイバル系の流れに沿りつつ、テラテック独自のシステムが組み合わさっているのが大きな特徴です。ただバランス調整があまり良くないのか、その点に関しての批判の声があり、一作目のバランスっぽくするような設定も追加されました。こうなるとユーザー同士の対立が始まります。Steam では結構目にする開発側がユーザーの声を聞きすぎてしまったがゆえの光景です。いわゆるコンセプトブレが発生し、本来歌っていたゲーム性からは外れてしまい、元のゲームが好きだった人に逆に非難されてしまうというものです。またテラテックワールズのように2つの設定が用意されると、それだけバランス調整にも時間を要してしまうというデメリットにつながります。そんなテラテックワールズが現在なお早期アクセスでアップデートが続けられている最中に、今作テラテックレギオンが登場しました。ワールズよりも評判が今のところ良くなりそうなため、そうなるとこれまた心配するユーザーが出てきて、ワールズは放棄されるのでしょうかという書き込みを見られます。Steam では早期アクセスで開発が音信不通になる作品が多々あります。そして並行して2作品を開発するなんてよほどでないとできません。よって開発側は声明を出しています。ワールズには影響しませんとのことです。もともとこの開発会社は複数のプロジェクトに取り掛かるのを専門としており、さらに多くの新作をリリース予定だそうです。とはいえ、ワールズを買った私からすると、評判が良くなるまで一作に集中してほしいという思いはあります。ただ現状のワールズは長く更新が続くものの、なかなか評判が上向きにならず、厳しい状況ではあります。一作目が大ヒットしているので余裕はありそうですが、限度もあるでしょうし、以前もちらりと開発側が資金と体制に関して何か話をしていたこともあります。Steam で早期アクセスが放棄される理由の一つとして、開発費用がなくなり会社消滅というケースが結構あるため、一旦他の作品でさらに資金を集めるのも良いのではないかという書き込みをしている人もいます。ただテラテックレギオンはあくまで無料のデモ版であり、可能性を感じた人が好評を入れていますが、製品版になると打って変わって評判が悪くなってしまうパターンも結構あります。ゲーム内容は同じなのにもかかわらず、無料と有料とでユーザーが変わってしまうことが原因です。今はまだ永続強化要素もなく、テラテックのブロック組み立て部分のみが他のバンサバ系にはない特徴でもあり、そこまでまだ大きな差はない状況でもあります。
強みがあるとすれば、今までの作品の素材の流用が可能で、ゼロから作るよりかは断然開発しやすいため、さらに何かテラテックの要素を加えることで、新しいものが生まれるのかもしれません。あとはレギオンで培ったものをワールズへ移植できたら応援する意味にもつながります。ともあれワールズにはとても期待しているため、引き続き今後の動きに注目していきたいと思います。というわけでワールズの早期アクセスで揺れる新たなバンサバ系のテラテックレギオンは一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。テラテックレギオン。さあまずはキャラクター選択かな。今んとこ一人のみ。ミケラ、パスファインダーファーストクラス、駆動装置、レンジャー1。この乗り物の性能とか、キャラクターの特性ですかね。ゲームパッドに対応してるかどうかですが、一応動くかなゲームパッド。で、どうやって遊ぶんだ。左ジョイスティックでぐるぐる回りますね。で、射撃は自動で行われる。RT で発進だね。前に。これは車の運転と一緒ですね。書かれてるね。A でブースト&突撃。なんかエネルギー使ったのかな。で、さらに、これを取るとランダム能力かな。箱から、なるほど。どのパーツを取得するか選べるんだ。で、体にくっつけられるんだね。これはまんま確かに。元のゲームそのままですね。まずはタイヤじゃないか。アクセル車輪、加速 2%。詳細が見れる。多分レアリティがあるんでしょうが。一番左はなんか衝撃ってついてますね。で、取ってみたが、さらに取れる。二つ取れるんだ。今度は全部どれも能力付きですね。ブラスター、相対論的速度で発射。最も近い対象を狙う。こういうの合わせることで特性をね、ビルドが作れるんでしょうね。採掘レーザー基本的な攻撃ですね。テラテックシリーズで。このゲームでは敵を引き裂くために使用されている。どっちがいいかな。現在の装備はこれで見れる。これ投射型だね。じゃあ投射型で合わせるか。ブラスター。で、レベルアップ。まずワイドブロックヘルス。設置しろって話か。上につけるか。前方向にもつけられる。はじめはがっしり構えてみようか。こうでいいかな。配置できない。これね。このコネクターみたいな場所。そこにのみつけられます。今ここにね、武器がついてるから。これ付け替えできるの？できますね。じゃあ位置変えようか。で、どういう範囲を撃てるか。もう表示されてるんだね。回転もできる。で、ブラスターは、ここにつけられる。丸いんだね。これどうなんだこれ。範囲広いのかな。全方位に撃ってくれんのかもしくは。これがあると邪魔なのかな。弾がね、自分のパーツに当たるかどうかだよね。それが気になる。というわけで、上につけるか。で、これが、バンパー。前につけると良さそうですが。ここでいいかな。よし、これでいってみよう。さらに、まずは倒していくと。で、画面右下にハテナマーク。400メートル先。そっち向かってみようか。で、なんか落としてるけど、これは何かな？経験値かなこのゲームの。それっぽいね。一番画面下の水色のゲージ。それが溜まってますね。で、マックスまで上がると、レベルアップするんじゃないかな。回収すべきか、ハテナに回るべきか。で、もう一回 A をしてみよう。A を押すと、画面中央下のオレンジゲージ。それ使ってますね。で、レベルアップ。さらに、新たなパーツ。レーダー。テックが自動回収できる範囲が広がるのかな。これ取ってみようか。そして、さらにブラスター。もしくは採掘レーザー。ダイヤモンドドリル。これは衝突用だね。今回ブラスター。これ大丈夫かなこれ。干渉するかどうかですが。レーザーは、どこにつけようかな。こういう後ろにもつけられるんだね。とりあえずここでいいか。よし。いけー。うわー。加速だ。向きはこれ回転か。こういう場所に作るとどうなるんだ範囲は。一緒か。とりあえず見た目を重視しよう。車輪。これは、ここでいいかな。6輪駆動。さらに、ロングブロック。これ一回どかしてと。こんな感じでね。整えましょう。で、結構体当たりしてますが、ダメージはそんな受けてない。これ壊せる。壊して突き進む。で、目標がこれにあるっぽいんだけど。どれ？これ、なんか壊すのかなこれ。壊したいが、なんだ、今何が起きた？ここに移動するとなんか、スピードアップしますね。さらに画面超上にタイマーがありますね。
しばらく経つと、ボスがやってくんのかな。バックもあるかな。うん。車の運転と同じくね。グレランはこうか。後ろに発射させる。やった、壊した。これは何なんだ。入手した。何を入手したかわかんないけど、隕石みたいな何か。ああ、背景破壊しても、経験値は落とすようだね。何を壊してもいいんだ。あまり形がひどいとね、多分、横転しちゃうんで、そこは気をつける必要ありますね。真ん中。初めて。レアリティ高い。でもエネルギーだな。究極のレーザー。取るか。特にコストとかないのかな。無条件で付けられるのかどうか。すべてね。今んとこなさそうだね。これは1マスなんだね。じゃあここだな。究極のレーザー。撃ってくれてますかね。どれがそれだかわからない。結構これ、射撃型だからね。経験値取り逃し、発生しますね。全回収みたいな、そういうアイテムが登場するのかな。ボスではないが、円形の中に、中ボス系が現れましたね。ブレーキもあるな、ちゃんと。LT がブレーキだ。で、真ん中これ壊せますね。壊すと、経験値に、紫色のパーツみたいなのが出た。今全回収アイテムかな。マグネット取りましたね。エクステンダー、接続用の何かだね。後ろに伸ばすか。これの位置もずらすかな。すごいことになってきた。こんなバンサーは見たことない。横につけるこれどうなっちゃうの。ブースターを。つけらんない。そうなってんのかなきちんと。つけらんなくはなってるっぽいね。敵の数もめちゃめちゃ増えてきましたね。うわー。奴らも飛んでんのか。うわー、弾幕だ。やべやべ。うわー、これ、力と危険だ。離れるとどうなるんだ。飛んでくのかな、さっきみたいに。やっぱり飛んで移動するようだね、こいつは。しかし、広い場所ならば、避けやすいかな。こんな感じで。なかなか倒せないだ、こいつ。やばい。ついにやられた。これが今回の結果であると。現状は何かアンロックとかされないのかな。まだデモ版ですからね。さあ本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。